わわ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 。お疲れ様です。最近思うことがあるんですよ。先日、台湾で開催されたファリーコンベンション、インファニティで DJ してきました。イエーイ！この動画は一言で言うと、台湾最大級のファリーコンベンション、10周年のクロージングをどうやって DJ、VJ、スタッフで作り上げたかを空見の視点で話します。今回はインファニティ側から DJ として声をかけていただき、合わせて VJ の手配も相談していただいて、チームで進めるという貴重な機会をいただきました。その本当に最後のプログラム、クロージング DJ という大役を任せていただけたことを本当に光栄に思っています。こういう大規模なイベントだからこそバリビップな感じを目指しちゃおうと思いましたね。まずコンセプトの側面です。今回セットを組むにあたって僕が目指したのは3つのことでした。一つは10周年のフィナーレにふさわしいこと。二つ目は29カ国から集まった世界中の参加者にも言葉を超えて伝わるセットであること。そして3つ目、これが一番大事なんですが、最後は必ず台湾の人たちと台湾の文化を主役にすること。この全てのバランスを取りながら DJ することを目指しました。それに当日の DJ 陣の得意分野も加味しました。カーターさんのハードスタイル、マズルさんの J-POP や K-POP のリミックスや EDM 全般、アイスさんの音楽ゲームという文脈が続く素晴らしい流れだったんです。だからこそそれぞれの売りを尊重した上で、僕の役目はそれ以外の全てをカバーできるように80年代から現代に至るまでのあらゆるジャンルの音楽、英語や韓国語、台湾のバラード系のミーム曲なども含めて大集合させることでした。次にチーム技術面のお話です。もうね、このステージは僕一人では絶対に作れませんでした。日本から VJ のマリルイさんがこのために駆けつけてくれました。超頑張ってたー。ほんと、ビッグシエシエそうマッチすぎますね。イベントって本当に何が起こるかわかんないんです。もうね、世界中、日本でも多分天国でも地獄でもどこでも予測できないことがたくさん起きます。運営チームがしっかり準備してくださった上で、僕自身も安心して VJ に集中していただけるように、日本でいつも予備にしている機材をいくつか持っていきました。もしもの時にすぐに選択肢が出せるようにと、Wi-Fi や予備のインターフェース、電源タップや HDMI ケーブルなど、ステージマン必需品セットは構えていましたね。インファニティのスタッフのカレーさんには、公式の集合写真など、VJ に使うための貴重な素材をたくさん集めてもらいました。アランキャットさんも僕との連絡を通じて様々な手配に協力してくださいました。僕も閉会式の数分前までその素材を組み込む編集作業をしていました。機材面でもプランバーキャットさんやマウンテンパインさんが DJ 用のスイッチングハブや LAN ケーブルを快く貸してくれました。僕が持ってきた安いスイッチングハブよりもずっと安定して動く高性能な機器で専門家の OK を感じました。それを使って DJ 機器のネットワーク環境を構築させていただきました。音響チームの方々には VJ 用に音の回線を提供してもらうための手配をするなどなど。あと MC の方や舞台スタッフの皆さんとも綿密な打ち合わせを重ねて、本当にイベントの開始から最後の瞬間までいろんな人に声をかけて協力を仰いでいました。内心思ってましたよ。チームさんありがとう。5メートルの XLR ケーブル2本まで用意してもらって、ステージボックスからみんながバックステージで転
転ばないように安全に配線までしてくれて本当にありがとうございました。ビッグシェイシェそう待ちすぎますね。トラブルが起きた時に可能な限りサポートに入っていたので、もう最後まで気は抜けませんでしたが、スタッフやチームの協力のおかげで最終的にはとてもスムーズに終えることができました。照明チームさんたちは去年と同じ方だったので、今年も DJ？ ラスト？と英語で話しかけてくれました。もちろん答えはイエース。もうね、パソコン見たら去年よりも級の数が増えててめちゃめちゃ準備してくださってました。もうね、一人で稼働してましたね。作るの大変なんだからね、もう本当に。なんとか成功してほしい。僕は台湾には生まれてないけど、それでもこの瞬間だけは最高の状況で迎えたい。この3年間、当時ファーミットを通じて人生で初めて台湾で DJ したことをきっかけに様々な海外イベントに何度も招待していただきました。そこで経験した僕がパフォーマンスした上での失敗や、もし海外に慣れてなくて困り果てていた時に何があったら救われるのか、どうやったら自力で解決できる手立てが導けるのか、日本や海外のコンベンションのバックステージで設営から携わる中で現場の方々から教えてきてもらったことをインファニティのステージに少しでも還元できたらと思って準備をしました。でもそれも僕一人では無理で、僕のそうした要求にも協力的に応えてくださったインファニティのスタッフ全体の温かさがあってこそ完成させることができたんじゃないかなと思います。次に音楽の話をしたいですね。最後の曲の前に使った曲にも特別な意味を込めましたね。俺はアンダーテールの Hopes and Dreams です。なぜあの曲だったかというと、インファニティが始まった2015年とアンダーテールがリリースされた年は全く同じなんです。彼らは同い年なんですよ。そしてあの音楽のテーマである絶望的な状況でも希望と夢を失わず、自らの強い意志で未来を切り開く。これってまさしく多くのスタッフが関わって自ら道を切り開いてきたインファニティの10年間のストーリーそのものでした。このストーリーが完全に合致するこの上ないチャンスだと思ったんです。そしてその希望と夢の流れで迎えた本当の最後の曲、あれはメイデイのチアーズという台湾の人たちにはとっても大切な曲なんですが、元はバラードソングなんです。そのまま使えば台湾の人たちを懐かしい気持ちにさせることはできます。でもこの曲を知らない海外の人たちは踊ることができません。僕が目指したのは29カ国全員が一緒に盛り上がれて、かつ台湾の文化が主役になることでした。なのでこの瞬間のためだけにあの曲にメトリックのドーンブレーカーという曲をマッシュアップさせました。英語のタイトルを日本語に直訳すると夜明けを破るものという力強いニュアンスになります。アンダーテールの音楽が暗闇を打ち破るとしたら、その力強さを見事に引き継いでレースゲームのために作られた音楽ならではのどこまでも駆け抜け続ける雰囲気と見事にマッチします。メイデイのチアーズのプロモーションビデオでは子供の頃から死ぬまでの人生の縮図が描かれていて、死を迎えた後は天国で終わります。つまりその後も魂の旅はいつまでも続くんですよね。レースのように、ドラマのように、後戻りできない時間のように、来年も開催されるというインファニティの文脈とも見事に合致するんです。終盤で疲労困憊した耳や体にも優しく、バラードのいいところを融合させやすい音だとひらめいて即採用しました。実は閉会式を客席から見ながらその場でパソコンを開いてスピーカーの特性や会場の建築によって生まれている音響特性から逆算してちょっと微調整をしていました。
あとはね、DJ ミキサーや音響ミキサー、アンプを経由してさらになる場所によって音が全然変わるんです。味付けを似せるととんでもなく馴染むんですよね。料理に調味料をかけてる気分でした。これもスタッフの方に DJ のために荷物を置きたいですって僕がお願いした時に、僕たち日本人のチームが座る席まで用意していただいたご厚意がなければできませんでした。本当に僕にとっては最高のチャンスが訪れたと感じましたね。開会式で聞いた客席後方で聞く音と、閉会式で前方で聞く音と、音響測定ツールの結果を加味して、減衰があっても理解できる音に何とか調整できました。だからこそ僕としては、理想の最後で締めることができて、心から良かったと思っています。ここまでこだわることは自分の現場でもそこまで多くはないんですけど、10年目っていう節目だから持っているものは全部このステージに載せました。ただ、それが意味を持つかどうかは、10年積み上げてきたインファニティの土台があったからだと思っています。そしてその最後の瞬間、参加者の方が撮影してくださった動画があるんですが、ぜひこちらをご覧ください。これがチーム一丸となって作り上げた瞬間でした。台湾への恩返しとしてできることをすべてやりきれた。ありがシェイシェイソーマッチ。おめでゴンシーソーマッチですね。こんなこと僕一人のこだわりだけでやってたらきっと自己満足で終わるもん。インファニティが10周年であることを強調して広報したり、当日に過去の歴史やグッズを展示して10年の歩みをきちんと見せてくれていなければ、このやり方にここまでの意味は生まれなかったと思います。何より空見という人間を信じてくれたこと、これに尽きると思います。そんな中僕が午前4時に食べた夜ご飯はカップラーメンなんですけどね。海外に行ったら現地の味が露骨に現れるどこでも買える食べ物を食べるのが僕は好きなんです。イベント業界ではよくある話なんですけどね。宴が終わる頃っていうのは飲食店はほとんど閉まってしまいます。他人から見たらちょっと地味かもしれないけど、僕にとってはこれが一番しっくりくる終わり方なんですよね。きっとみんな部屋で最後の余韻を楽しんだり誰かと過ごしてたんでしょうね。でも個人を楽しませるのは僕苦手だからこれで
いいんですよ。だからこそ、一人でじっと噛み締められる達成感と、みんなの喜んだ笑顔で帰ってく姿が、僕にとっての最高の報酬になって、嬉しい気持ちを味わえるんですよね。これこそが他人に介入されない自分だけの幸せの形だからね。生きててよかった。本当に良かったです。本当にありがとうございました。そしてこれからもインファニティというイベントが長く続くことを祈ってます。というわけで今日はそんな感じです。以上です。